一つのなんかこう簡単な答えが出せるような問題ではないと思います。ありがとうございました。アッサラムアライカム。今日はね、山本直樹さんに会えるということなんで、ちょっと、行ってきます。いろいろ質問してみようかなと思うんで。で、かつそのイスラム思想と言われた時にも、なんかこう、そういった動きがある中で、ダブルの街を歩いてても言われることがあって、なんかそれで一番大きな理由が我々は聖堂の大臣が少なくとも16年間、17年間ぐらいムスリムだってやってたよ。いいですか。はい。どうもありがとうございます。で、山本直樹先生に質問があってですね、せっかくなんでちょっと動画も回してもいいですか。使うか使わないかはまた後でご相談で。はい。で、ですね、私も改宗して多分15年ぐらい経ってるんですけど、はい、日本人で日本人生まれのムスリムで、どうやってイスラムを日本に広めていくか、あと外国人にどう日本のことを理解してもらうかっていう、融合を今考えてずっと生きてるんですけど、はい、モスクとかの作り方とかについてちょっと質問なんですけど、はい、こういう、ビルディングだったりモスクみたいな形でもいいと思うんですけど、はい、私としては日本のお寺とか寺院の形で中をイスラム化してもいいと思っていて、はい、でそのように、進めていけば中国も多分そういう形で中国式のお寺みたいなところをどんどんモスクにしていったようなところもあると思うんですけど、はい、それで日本のモスクを増やしていくのはどうなのか、もしくはそれがやってないならそれの難しい理由とかがあるかどうかとか、そういうところをちょっと知りたいです。僕、まず残念ながら私お金持ってないんですね。はい、モスク作るとかなんかそういったことにかかったことが一回もなくて、そこはわからないんですが、たださっき紹介したどれだったっけ、ウマル・ファールクの言葉、確かに例えば中国だったらマスジドは中国的な形で作られてて、例えばマレーシアだったらマレー風の建築があるのはそうなんですけど、それって例えば今回上野に滞在したんですけど、上野の横丁とかあるじゃないですか。なんかあそこの隣にいきなりなんか太宰府天満宮みたいな建物が建って日本風モスクですって言っても、それは日本風ではないと思うんですよ。それは要するに日本テーマパーク風モスクだけです。だからその土地においてなんか適切な形、なんかいわゆる神話的な形であることが重要で、いや例えば歌舞伎町モスクとかあるいは御徒町モスクあるじゃないですか。今新しいの作ってらっしゃるアッサラモスクだ。いや僕あれはあれで僕すごくいい形だと思うんですよね。っていうのはそれは日常の延長線上にあるモスクなわけじゃないですか。だからあそこにいきなりなんか お寺風のものをいきなり建てても、いやそれこそが僕乗っ取りだと思われると思いますよ。はい、なので別になんかこれもなんかこの話をするとやっぱ海外でなんか言われるのが、いや本当そうですよね。なんか最近のモスクってなんかカジノを買い取ったりとか、なんか教会を買い取って、違うわ、カジノを買い取るでそこをモスクにするようなものが多くって、なんかそれだとなんかこう近代的な建築でしかなくって、それやるんだったらなんか教会買い取ってもうちょっとこうイギリス風のモスクとかたくさんできた方がいいですよねっていう言われるんですけど、いやそういう別にカジノを買い取ることだって僕すごく尊いことだと思うんですよね。だってギャンブルとして使われてたところが人々の憩いの場になるんだったら、いやそれはそれはそれですごい人道的なことじゃないですか。だって自分の福沢諭吉が吸い込まれてた建物が例えば炊き出しの場になるとか、あるいはその社会福祉の場になるとかってなったら、それはなんかすごく僕いいことだと思うんですよ。なんかだからなんでなんか見てくれだけをなんか日本風にすることは私はあまりなんか意味がないと思っていて、やっぱりもっと意味があることには結局その社会の中でなんか必要とされているものっていうのがだからイスラミックなものであるだけではなくて、もしくはそのイスラミ系統であること、っていうことの方が私はすごい重要なことだと思うので、でその意味においては私はなんか日本で暮らしているムスリムの方というのはなんかすごいいいことをたくさんされているので、なのでなんかそれがダメでこういうものを作るべきだっていうようななんか話し方にはならない方がいいかなとはなんか思います。どちらかというと寺院お寺で、後継者がいないとか、うまく使われてないところを、買うお金を出してそこを、モスクに改装するっていうようなイメージで、ゼロから建てるっていうよりはなんかうまく使えればそうですね。いやそれもいいことだと思いますけど、でもそれもやっぱり近隣住民とのなんかの説明っていうのをやっぱ丁寧にしていかないと、
どれだけ、担い手がいなくなるということは、それに対して重要ではないという気風がその土地にあるということだと思うんですけど、だとしても、自分の地域の中にあったお寺というものがいきなりなんかイスラムなんとかなんとかセンターみたいなのになんか看板だけ変わって、でそこで例えばなんか毎月なんかイードの時期になるとラッバイカやラッバイカとかなんか500人が集まってるのを見たときに、イスラムのことを詳しくない人が見たらやっぱそれは絶対ビビると思うんですね。なのでなんかそれでなんかすごいうまいなというか、なんか一つ勉強になったなっていうのが、この京都じゃねえわケンブリッジのモスクがあるんですよ。ケンブリッジモスクっていうケンブリッジの中にできたモスクがあって、それは建築としてもいわゆる近代の、イギリスのなんかエコモスクっていうので、なんかいわゆる典型的な中東風のモスクではないものを作ってるんですけど、やっぱ建てる前にだいぶケンブリッジの人の地域の人になんか個別訪問をしてるんですよ。モスクが建てられるのもほぼほぼ周辺のに住んでる人たちにも一個一個家庭訪問をして、で、こういう計画がありますと。で、なんか音を立てて、例えばうるさいと思いますとか、あるいはなんか今後なんかムスリムが増えてくると思うんだけども、なんか自分たちのなんか理念はこうなのでっていう、なんかかなりなんか丁寧に説明をして、やっぱ計画とか進めているので、なんかそういうなんかこう例えばなんか神社であったり仏教のお寺であったりとか、その買い取れたとしてもやっぱ周囲の説明をするっていうのは大事かなと思います。でかつ難しいのが、周囲に説明を今後説明して、近隣住民からは全く偏見がないとか、近隣住民の人は支えてくれてるってなったとしても、ツイッターとかでそれがシェアされて、全くそういう事情を知らないなんか人がそれ見て騒ぎ立てるっていうのは現代でもとてもよくあり得る現象なので、それも本当にどれだけ頑張っても悪意というのは向けられるっていうのはもう一つ避けられないんだと。でかつそれ受け入れる覚悟があって、で10年ぐらい、例えば10年20年ぐらい嫌がらせもされる可能性があるというのも受け入れて、それでも何か自分たちが日本社会の中で示したいものがあるというふうに思えるのであれば、私はするべきかな、してもいいんじゃないかなと思います。なんでなんかとても一つのなんかこう簡単な答えが出せるような問題ではないと思います。みんな教授がいらっしゃって、2年前でイスラエルの空爆で殺されてるんですけど。サウジがありがとうございます。そうなんですよ。サウジと米がライスクラブ。はい。7割。1000円です。シェアを持ってます。